こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は食べてはダメ、老化の原因になる食べ物5選についてお話をしていきます。老化といってもいろいろな要因がありますが、今回は10日に焦点を当ててお話をしたいと思います。今回ですね、こちら日本高加齢医学会というところの学会誌なんですけれども、その中に10日を避けるための食生活、何を食べ何を食べないかということについて、10日の研究の第一人者である山岸正一先生の記事が掲載されていますので、それをベースにより分かりやすく、そして実践しやすい方法などをお伝えしたいと思います。この動画ではまず10日とは何か、何を食べない方が良いのか、そしてどんなことに気をつけたら良いのか、そして最後まとめという感じでお話を進めていきます。ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。10日とは何か。10日について簡単にご説明しますと、糖とタンパク質が結合して、でそこで化学反応を起こし、最終的に体外に排出することができない終末糖化産物といって AGE と呼んでいるんですね。でこれはね、食べ物で例えると、例えばお肉を焼きますとかホットケーキを焼きますっていう時に焦げができますよね。茶色い色になりますが、これらが糖とタンパク質が結合したメイラード反応といって、で普通では美味しさの指標にもなったりするんですが、これが体の中で起こってしまうと悪い指標になってしまうんですね。どうしてこのような現象が体内で起きてしまうかというと、高血糖の状態になっているというのが一番の原因になります。血糖値を上げるような食生活をしていると、血液中に糖が増えてしまいますよね。でその糖と血液中のタンパク質が結合するというのがまず最初の段階になります。なので長いこと血糖値の高い食生活をしていた方というのは、やはりそれが血糖値を上げてきた記憶としてインプットされてしまうそうなんですね。そうすると今気をつけていても、やっぱり過去にそういう食生活を長年続けていたりすると大きなリスクファクターになってしまうというのが分かっています。だからといってこれからやるのが無駄ということではなくて、できるだけ血糖値を上げない食生活というのがとにかく重要だということなんです。この AGE にはですね、100種類以上もいろいろなタイプがあるそうです。でその中にはですね、善玉と悪玉がやはりありまして、で悪さをする AGE が、大半なんですけれども、いい働きをしている AGE もあります。例えばお味噌やお醤油とか、あとコーヒー、ビールなんかには善玉の AGE が多く含まれているそうで、その善玉の AGE というのはお味噌のメラノイジンということについて詳しくお話ししていますので、ご興味があったらぜひご覧になってみてください。でそのようにね、いい働きをするというのも一部食品の中には含まれているんですけれども、血糖値が高くなってしまうような食生活によって生まれた AGE は、例えば見た目ですと老化現象、シワとかシミとかそういったものも AGE の仕業ですし、その他生活習慣病やがん、骨が脆くなる、骨粗鬆症、関節が変形してしまう現象、こういうのも全部 AGE に関係しています。一度生まれてしまった AGE というのは本当に長く体内に居とどまってしまうので、なかなか排出したり分解することができないそうなんですね。いかに AGE を増やさない生活をするかというのが老化を防ぐ最大のポイントになります。AGE がどのぐらい自分の体の中にあるかって気になりますよね。それを知る一つの手段として、血液検査の項目にもなっているヘモグロビン A1C という数値があります。血液中のヘモグロビンとグルコースが結合してできるものなので、そのヘモグロビン A1C の数値を見ると、自分の血液中の糖化現象というのが一つの参考目安になるそうです。でちなみにですね、カラメルソースってありますよね。お砂糖を焦がしてプリンのシロップなんかにね使いますけれども、あれは糖を焦がしたものなので、糖とタンパク質ではないのでメイラード反応ではありません。
AGE にはならないそうなんですね。なのでちょっとここら辺ややこしいんですけれども、あくまでも糖化というのは糖とタンパク質が結合することで生まれる物質ということになります。AGE と老化のメカニズムについてお話しします。もう最終的にもう分解できなくなってしまった終末糖化産物といってね、もう体の中の焦げ付きみたいなものでタンパク質が分解して合成してっていうのを繰り返していく中で、その悪い AGE によって劣化したタンパク質を作ることになります。で、劣化したタンパク質というものが増えてしまうことで老化しやすくなったり、劣化したタンパク質に AGE がさらに蓄積することでうまく代謝ができなくなってしまうということの繰り返しなんですね。それによって様々な老化が体内で引き起こされていきます。AGE の害を受けやすいタンパク質はコラーゲン繊維があります。で、体内にコラーゲン繊維ってね、30% ぐらい存在しているそうなので、骨とか軟骨とか血管とかいろいろなところにコラーゲン繊維というのはね、存在しているんですね。で、そのコラーゲン繊維がAGE によって劣化してしまうと、例えばお肌で言うと弾力がなくなったりとか、あとシミやシワの原因になるということになりますね。骨にも実はコラーゲンってすごく多くて、コラーゲンが網目状になってそこにいろいろなミネラルを取り込むようにできているんですけれども、その網目が劣化してしまうということでミネラルの吸収が悪くなってしまって骨が脆くなるなんていうことがあります。軟骨というのはもっと厄介で、まだ新陳代謝で入れ替わればいいんですけれども、これは一生入れ替わることなくずっと一定の軟骨を使い続けるしかないそうなんですね。で、そこに AGE が蓄積していくことで軟骨が劣化してしまうということで変形症が起きたりと言われています。血管も AGE が増えることで血管が劣化して動脈硬化の原因にもなります。さらに悪玉コレステロールにこの AGE が反応することでさらに動脈硬化を加速させると言われています。脳細胞に AGE が多くなることでアルツハイマーの原因になったり、目の方に AGE が多くなれば白内障の原因にもなるんですね。私たちは酵素で毎日いろいろな化学反応を起こして健康を維持したり悪いところを治したりという化学反応を繰り返しているんですけれども、この酵素もタンパク質なんですよね。で、この酵素に AGE が悪さをすることで酵素の働きが悪くなります。そういうことを考えても AGE が蓄積するというのがどれだけ私たちの健康や美容に悪影響を及ぼしているかで、それが老化につながるかということがお分かりになるかと思います。ということで、高血糖にならない食事をするということが一番大事なんですけれども、その他に食べ物によっても AGE を取り込まないようにするということが必要です。では、食べてはいけない食品5選ご説明します。まず1つ目、高脂肪動物性食品の焼き物や揚げ物、唐揚げとかステーキとか美味しいものばっかりなんですけれども、動物性脂肪、そしてそこにタンパク質が含まれて、で高温で加熱してあるものというものに AGE が多く存在します。ステーキもじっくり弱火で焼いたステーキと、あともう周りカリッカリに焼いたステーキだったら、もう絶対に弱火でじっくり焼いたステーキの方が少ないです。で、あと唐揚げですね。あれも周りがこんがりと焼き色ついてますよね。で、そこに油が加わることで AGE が多く発生します。焼肉なんかも頻繁に裏返して焦げ目があまりつかないようにしながら焼くと AGE の発生量は減らせるそうです。バターにも結構 AGE が多いので、バターを大量に使う料理ですね。お菓子なんかも結構バター隠れていますけれども、そういうものの取りすぎには注意が必要です。2番目、ファーストフード。これもですね、先ほどのものにちょっと付随していますけれども、ファーストフードというのはやっぱり揚げ物が多いですよね。コロッケバーガーとかハンバーガーとかフライドポテトとか結構焼いたり揚げたりというものが多いです。揚げ物とかってね、早く美味しくできるという利点があるので、ファーストフードにはね、多く取り入れられているものがあるんですけれども、そこにはやっぱり AGE の存在も多いということでご注意ください。3つ目、ポテトチップス。これもね、美味しいんですよね。もうフライドポテトもそうなんですけれども、芋類を高温な油で揚げるというのはアクリルアミドというね、とっても危険な AGE を発生するそうなんですね。で、このアクリルアミドというのは超悪玉 AGE と言われています。なので、もう本当にこれはね、取らないようにした方がいい食品ですね。4番目、加工肉。
先ほどからね、動物性食品高脂肪っていうのにもつながってくるんですけれども、加工肉にしていく段階で AGE がどんどん増えるそうなんですね。で、さらにその加工肉をカリッカリに焼いたりとか焦げ目をつけたりなんていうことをしたら、もう AGE たっぷりになってしまいます。カリカリベーコン美味しいんですけれどもね、AGE とっても多く含まれています。で、さらに加工肉にはいろいろ添加物が入っていたり、さらに活性酸素を発生したり、AGE とのね、掛け算にもなってしまいますので、できるだけ減らすようにするといいと思います。最後5番目、これはジュース類です。清涼飲料水とか果物のジュースとか、いろんなものが含まれますけれども、これは要注意ですね。で、何がいけないかというと、異性化糖というものが AGE を増やす原因です。異性化糖ってあまり聞き慣れないと思うんですけれども、果糖ブドウ糖液糖とかブドウ糖果糖液糖なんていうものがね、異性化糖の一種なんですね。異性化糖とは、さつまいもやトウモロコシ、じゃがいもなどのでんぷんを酵素で発酵させて、さらに別の酵素で異性化させた成分のものなんですね。お砂糖よりもね、値段が安いんですよ。なので幅広くいろいろな加工食品などの甘みに使われているんですね。市販のジュースなどの清涼飲料水やスポーツドリンク、ドレッシングや焼肉のタレなど幅広いところに使われていたりするので、ぜひご自宅の冷蔵庫の中の商品の裏側を見て、異性化糖が含まれている食品ってどんなものがあるか、ちょっとご覧になってみるといいかなと思います。ここでちょっと果糖についても触れておきたいんですけれども、ブドウ糖に比べて AGE の発生が10倍以上と言われています。果糖というのはとても厄介で、消化酵素で分解されずにそのまま腸から吸収されて、大部分細胞に直接入ってくるんですけれども、残りの分は肝臓で代謝されて中性脂肪になり、そしてさらに残りはブドウ糖に分解されていきます。なのでね、太りやすいという特徴もあるんですね。同じ甘いものだったら一緒というものではなくて、どんな糖分が含まれているかによっても全然体内での働き方が変わってきます。果糖についての誤解なんですけれども、じゃあ果物って果糖が多いから良くないのかっていうと、それは違います。果物に含まれている果糖って思っているよりもそんなに量は多くありません。で、しかもね、果物の果糖の量を気にするよりも、果物そのものに含まれている酵素やポリフェノール、ビタミン、ミネラルなど非常に体に有効なものが含まれていますので、その少量の果糖を気にするよりももっともっと恩恵があるよということなので、ただ食べ過ぎはダメですよ。1日あたり 200g ぐらいの果物であれば、むしろ積極的に摂った方がいい食べ物です。ちなみに食べ物に含まれている AGE なんですけれども、1日ね、15000キロユニット以内に収めたいというような一つの物差しがあります。AGE が多い食べ物にはね、じゃあどのぐらい含まれているのかということなんですけれども、例えば牛肉のハンバーガー4876キロユニット。すごい量ですよね。あと、ピザ1枚で6825。フライドポテトで1522。ステーキ6741。唐揚げなどの揚げ鶏8750、カリカリベーコン11905。量にもよりますけれどもね、外食でね作られているものって高温で調理するもの多いですので、家庭で作るものに比べてさらに多いということなんですね。ただね、揚げ物とか焼き物とか、そういうものにねクエン酸をプラスしてあげると、この AGE の発生が半減するそうなんですね。AGE の発生を抑制するという意味では、スタマネギというのがね、役に立ちます。こちらの動画でもそのスタマネギの紹介などしていますので、ご興味があったらご覧になってみてください。それではどんなことに気をつけたら AGE を発生させない生活ができるのか。まず一つ目ですね、血糖値のコントロールをしっかりする。AGI 食品といって、血糖値を上げにくい食品をなるべく多く選ぶことがポイントです。精製してあるものよりは未精製の方がいい。で、例えば白いお砂糖より茶色いお砂糖の方がいい。で、あとは食物繊維がたくさん含まれているものというのも血糖値の上昇を緩やかにします。
先ほどお話しした異性化糖というのも非常に血糖値上げやすい糖なので、それもなるべく取らないようにした方がいいと思います。あと空腹時に甘いものを食べる、これ一番血糖値上昇しますよね。で、朝食も抜いてしまうよりは朝に野菜を取っておくと、次のお食事にセカンドミール効果といって血糖値を上げにくいという、そういう食べ方もありますので、ちょっと朝ね、サラダとかフレッシュジュースなど軽く取っておくということも役に立ちそうです。で、2番目、食品中の AGE をなるべく取らないようにする。食べ物の AGE というのはそのままダイレクトに全部体に蓄積するということではありません。食べ物の AGE のうちほとんどが便や尿によって排出されて、 10% ほどがね、血液中から検出されるんですね。で、さらに 7% ほどは蓄積と言われていますので、食べ物からの AGE 自体を減らす努力をしていくというのも有効です。3番目、酸化ストレスを減らす。この酸化というのはストレスによっても食べ物によっても外気中の排気ガスとか、あと食品添加物とか、様々なものから発生するんですけれども、結局酸化ストレスがかかることでさらに AGE が加速して増えてしまうので、なるべく酸化を減らす生活を心がけるということですね。なるべく体に優しい生活をするのももちろんなんですけれども、抗酸化物質の多い食べ物を積極的に摂るということも抗酸化になります。オメガ3を摂るというのも有効です。オメガ3というのは青魚に含まれる DHA、EPA などのそういう油ですね。その他エゴマ油やアマニ油などのアルファリノレン酸というようなものがオメガ3脂肪酸なんですけれども、オメガ3を摂ることで AGE の受容体である0時というものを減らすというエビデンスがあります。ここでね、じゃあ焼き魚はどうなんですかという疑問湧いてくると思うんですけれども、焼き魚の焦げがヘテロサイクリックアミンといって発がん性ということで懸念されていましたけれども、そのヘテロサイクリックアミンの量ってごくわずかだそうで、それ以上にお魚を食べるメリット、オメガ3を摂るメリットの方が多いということなので、焼き魚はなるべく食べた方がいいとされています。そしてキチンを摂る。キチンというのは不溶性食物繊維で、甲殻類なんかにもね、多く含まれているんですけれども、キノコや海藻、野菜などにも幅広く含まれている不溶性の食物繊維になります。ここで皆さん素朴な疑問湧いてきませんか？じゃあ自然に茶色くなっていくお味噌とかお醤油、そして焙煎しているコーヒーとか、じゃあ黒ビールとかいろんな食品ありますけれども、そういったものってどうなんですかって感じますよね。私もね、それどうなんですかってすごく心配になって調べました。AGE にも悪玉と善玉があるよということで、AGE にも100種類以上いろいろなものがあって、高分子であったり低分子であったりによってね、様々な性質があるそうなんですね。全てが危険だということではありません。その中でもとても危険だという超悪玉がアクリルアミドというね、ポテトチップスとかフライドポテトなんかに含まれている AGE なんですけれども、そんなに悪さをしないものからむしろ有効なものまであります。お味噌やお醤油などに含まれているものはメラノイジンといって善玉の AGE と言われています。コーヒー由来のメラノイジンは消化されるとさらに分解されて小さい低分子のメラノイジンという物質になるそうです。で、それは焙煎すればするほど多く増えていくそうで、強い抗酸化作用があるそうです。黒ビールのメラノイジン、そして赤ワインにも AG 含まれていますが、それは抗酸化として働くそうです。さらにお味噌やね、お醤油に含まれるメラノイジンは腸内環境にとってプラスになる効果があるそうなんですね。今挙げた食品などに含まれる AGE に関しては積極的にとっても大丈夫ということです。本当にね、AGE も奥が深いし、まだまだ分かっていないこともたくさんありますのでね、今の段階での見解です。それでは最後に、老けない食べ方5つをまとめとしてご紹介します。まず1つ目、血糖値を上げにくい食べ方をする。白いご飯とかパスタとかおうどんとかパンとか食べたいですよね。そういう時はオリーブオイルと一緒に摂るといいそうです。そうすることで血糖値の上昇が緩やかになるそうなんですね。食物繊維の多いものから食べる。この食べ方の順番ですね。で、例えば汁物でもいいし、サラダでもいいし、そういうものから先に食べてあげることで血糖値の上昇が緩やかになります。おやつを食べるんであれば食後にしましょう。
いきなり空腹に食べると血糖値に響いてしまいますので、お食事の後に食べた方がいいです。2番目、焼き物や揚げ物にはレモン汁やお酢をかけましょう。そういったもの美味しいですよね。食べるなと言われても、それはやっぱりね、無理だと思います。なので、一つの工夫として、AGE を作らない、半減させる方法として、クエン酸を一緒に摂るというのがポイントです。酢玉ねぎというものもね、ご紹介していますので、そういうものを添えていただいてもいいと思います。3つ目。色の濃いお野菜をたっぷり食べましょう。緑黄色野菜には様々なポリフェノールとかアルファリポ酸などの抗酸化物質、そして糖化を防ぐような成分が含まれていますので、できるだけたくさん野菜を摂るようにしましょう。果物はなるべく丸ごと、そしてジュースよりも生で食べるようにしましょう。ジュースや加工品に多く含まれている加糖ブドウ糖液糖などの異性加糖には注意をしましょう。最後にお酒が好きな方に向けて、私もお酒大好きなので、お伝えしたいんですけれども、お酒を飲むならば、抗酸化、抗糖化に役立つワインを選びましょう。で、ワインはね、白でも赤でも良いそうです。量としてはグラス1、2杯ぐらいまでをめどに召し上がってください。今回は糖化とは何か、そしてどんなことに気をつけたらいいのかということについてお話をいたしました。糖化をさせないための調理法なんかもね、もっと詳しくお話ししたいと思いますので、その辺はまた次回詳しくお伝えしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた別の動画でお会いしましょう。ウェルネスキッチンでは食を通じて美容と健康に役立つ情報をどんどん配信していきます。チャンネル登録をしていただくと動画が配信されるとすぐにお知らせがいきますので、ぜひお願いします。ご質問やご感想などもコメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。